あなたは犯罪者に心惹かれたことはありますか？遡ること37年前の1985年3月、アメリカ・ロサンゼルス、44歳の女性弁護士マキシンは自宅である男に銃口を向けていました。男の名前はリチャード・ラミレス。ラミレスはマキシンの自宅へ強盗に入ったんです。あんたに渡すお金なんてないわ。マキシンはそう叫び、ラミレスに向けていた銃の引き金を引きます。なんとマキシンが引き金を引いた銃には弾が入っておらず、彼女はまさに絶体絶命。ラミレスは静かにマキシンに近寄り、その端正な顔を緩ませてこう言いました。お前ら裕福な奴らから搾取するのが悪魔の義務だ。そして持っていた銃でマキシンを撃ち、さらにナイフでめった刺しにしたんです。その後ラミレスが立ち去るとき、マキシンの体からあるものが奪われていたんです。それは彼女の目玉だったんです。カリフォルニア中を恐怖に陥れたイケメン殺人鬼リチャード・ラミレス。彼はなぜこれほど残忍な方法で人を殺し続けたのか。そこにはラミレスを突き動かす強烈な記憶があったんです。おそうっす、アーニャだよ、ケンちゃんです。みんなのファンレターがお胸に詰まってます。やみやみこです。べちょべちょになるじゃん汗で。さて本日ご紹介するのはイケメン殺人鬼として注目されたリチャード・ラミレスについて。犯罪に顔なんてあんま関係なさそうだけど、そこがなんか特徴的な事件なの？とか言ってね、ヤミコさんもイケメン好きなんじゃないですか？結局はさ、ふざけんじゃないわ。めちゃくちゃ好きよ。いや好きなんかい。イケメンだったのと犯行内容も特殊だったためにかなり注目された事件なんです。アルゴメトリーやってて思うんですけど、いつね、僕も皆さんも何がきっかけで犯罪者になるかってわからんなと。特にね、この事件っていうのは犯行後に犯人の身の回りに起こったいろんなこと全てが異常な事件だったんです。女性ファン殺到の裁判。遡ることおよそ33年前の1989年1月、アメリカのロサンゼルスが今回の舞台。裁判所に手錠をはめられて現れた男はリチャード・ラミレス29歳。罪に問われているにもかかわらず、その態度は堂々たるものでした。ラミレスはニヤッと笑うと、自身の手のひらを報道陣に向けます。そこに書かれていたものは逆五芒星。逆五芒星とは悪魔を象徴するマークであり、彼はこれを見せることで自分が悪魔崇拝者であることを世の中に知らしめたんです。怖っ。裁判中にこんなふざけた態度を取るラミレスに傍聴していた人々は当然腹を立てるはず。しかし傍聴席にいた多くの人々は彼の言動になんと胸をときめかせていたんです。なんと裁判にはラミレスに一目会いたいと押しかけてきた女性ファンまでもがいたんです。裁判にファンは集まってきてる。傍聴席を観客席かなんかで間違えてんじゃないの？勘違いも甚だしいですね。そんなね、彼女たちの多くはハイブリストフィリアだったんじゃないかと言われているんです。というわけで本日のメトラーキーワード、ハイブリストフィリアについて。ハイブリストフィリアは犯罪行為を連想させる人物や犯罪者に魅力を感じる性的嗜好のこと。特に男性犯罪者に惹かれる女性が多い傾向があるんです。私なら彼を理解できる、私なら更生させられるという共感や、犯罪者というタイトルに男らしさを感じ、憧れの心理が働くんです。もう憧れるな。ラミレスはもともと整った顔立ちをしていました。さらに逮捕後はボロボロだった歯をきれいに治療するなど身なりを整えて印象を良くしようと努めたんです。悪魔を崇拝する連続殺人鬼という影のあるイメージと、そのクールな外見により多くの女性ファンを得たと考えられるんです。いろんな趣味嗜好の人がいるのはわかるんだけどさ、さすがにちょっと犯罪者だから好きになるって異常すぎない？犯罪に巻き込まれる可能性もあるんですよね、近づくとね。ですがね、そんな中でもラミレスに近づこうとするね、ファンっていうのが殺到していたんです。報道によりラミレスが足フェチだと知った女性ファンから自身の足の写真を同封したファンレターが送られてくることもありました。逮捕後にこうしたファンレターを何百通ももらうなど異常なほどモテモテだったラミレス。彼のファンの中にはなんと裁判の陪審員までいたんです。彼女はラミレスの犯罪や悪魔崇拝の考えも理解した上で好意を抱き、バレンタインに愛してると書いたケーキをプレゼントしたんです。当然のごとく彼女は陪審員を解任されてしまいました。このように女性たちが世間体を一切気にしなくなるほどラミレスはファンを夢中にさせていたんです。そんな数多い熱狂的ファンの中にもラミレスに80通近い手紙を送り、頻繁に面会に訪れて彼の心を掴んでいった女性がいました。彼女は編集や作家の仕事をこなすキャリアウーマンのドリーン・リオイ。リオイは IQ の高い超エリートだったんですが、そんな彼女が一番に望んだことはなんとラミレスの妻になること。その思いは通じ、2人は1996年10月に獄中結婚します。しかしこの時はまだラミレスのファンたちは彼に潜む悪魔の本当の怖さを知らずにいたんです。
府中結婚するってどういうことなんですぐ出てこれるような感じだったの？それについてはね、おいおい話すんですが、アイドルみたいに犯罪者やファンが作ってるのも本当に異常事態ですよね。ここまで来るとちょっとラミレスがどんな犯罪を犯したのかってますます気になってくるわよ、これは。人たらしな性格だったらなんか同情の余地とかもしかしたらあるのかもって思っちゃうのよ。そんなラミレスなんですが、皆さん気になるね、一体どんな犯罪を犯したんでしょうか。最悪な環境と犯行。今から38年前の1984年6月、ラミレスが最初の犯罪を犯したのは24歳の時でした。彼は強盗目的であるアパートの一室に侵入。そこに住む79歳の女性と言い争いをしていました。いいから金を出せ。あんたに渡すお金はないわ。そうかい。なら悪魔の義務を果たさないとな。そう言うとラミレスはその女性を殺してしまうんです。ラミレスの罪って殺人罪だったの？全然同情とかできないわよ、そんな。そもそもね、殺人を犯した男に憧れたり惚れたりする女性たちがいるっていうこの事実が、世も末だよなと僕は思うんですけど、ラミレスはただ女性を殺しただけじゃなかったんです。ラミレスは息絶えた女性を前にしてにやりと笑みを浮かべました。これは彼女を殺した満足感によるものではありません。なんとそこからラミレスは女性に何度もナイフを突き立てるんです。しばらくして手を止めたラミレスの足元に転がっていたのは首の皮一枚で繋がった無残な遺体。ラミレスはその遺体を満足げに眺めながら自らを悪魔に変えていったその過去を思い返していました。1960年、アメリカのテキサス州で5人兄弟の末っ子として生まれたラミレス。彼の父は癇癪持ちで日常的に子供に手を挙げていました。それだけではなく、ラミレスの父には感情が高ぶった時に行うある癖があったんです。その癖とは、自傷行為。なんとラミレスの父は流血するまで自分をハンマーで殴ったり壁に頭を打ちつけるなどの行き過ぎた自傷行為を頻繁に行っていたんです。そんな情緒不安定な父を恐れたラミレスは家出を繰り返していました。帰る場所がなく、時には近所の墓場で眠ることもあったといいます。そして10歳の頃には素行の悪い兄たちの影響を受け、盗みやドラッグを常習的に行うようになっていくんです。犯行は残酷すぎるんだけど、毎度のことながら父親のそういう異常な人とかさ、暴力とかに同情しちゃうけどね。10歳の時からドラッグが吸えちゃう環境っていうのも本当に劣悪ですよね。しかしね、ラミレスの成長環境の悪さはこれだけではないんです。ラミレスは人とコミュニケーションを取るのが苦手なため、兄や不良仲間とはつるまず、いつも一人で悪さをしていました。そんな単独行動を好むラミレスは学校でもひどいいじめに遭うことに。家では味方だと思っていた兄たちもやがてラミレスを置いて家出し、父の暴力のターゲットはラミレスに集中していくんです。全てに嫌気がさしたラミレスは家から飛び出し、姉夫婦と同居したこともありました。しかしそこで待っていた生活もまたラミレスの救いになることはなかったんです。おい、今日はあの女の家を覗きに行くぞ。ついてこい。ラミレスの義理の兄は異常な性欲の持ち主で覗き見の常習犯でした。ラミレスはたびたび義理の兄の犯罪行為に無理やり付き合わされていたんです。このような劣悪な環境のせいで完全に人間不信になっていたラミレス。ただそんな彼にも唯一自分から積極的に関わりを求めた人物がいました。いとこのマイクです。マイクはラミレスよりもかなり年上だったんですが、ラミレスを弟のように可愛がっていました。戦争を経験していたマイクはラミレスに戦時中の話をたくさん聞かせてくれていたんです。周囲の人間を誰も信じられなくなっていたラミレスにとって、自分の知らないことを教えてくれるマイクはただ一人心を許せる相手。しかしある時、その大事ないとこのマイクが患っていた病気のため長期入院することになるんです。結局マイク兄さんも俺を置いていなくなっちまうんじゃねえか。もう誰も信用できない。孤独だった自分を救ってくれたマイクと会えなくなったことで、ラミレスは完全に心を閉ざしてしまうんです。彼はこの時こう誓いました。悪魔しか信じない。恵まれた奴らなんてクソくらいだ。いとこのマイクがいなくなっちゃったのが相当ショックだったんじゃない？ブレずに成長するのが難しいっていうぐらいひどい環境ですよね。そしてね、こんな環境がね、ラミレスを悪魔崇拝に目覚めさせてしまうんです。そして彼の恐ろしい衝動はもう止まらなくなっていきます。止まらない快楽殺人。最初の殺人から約9ヶ月後の1985年3月17日の夜、ラミレスはある住宅に侵入し、遭遇した住民女性2人に発砲。そのうち1人の命を奪います。そして次の犯行はこの後わずか1時間後のことでした。ラミレスは走行中の車を無理やり停車させ、運転していた女性を引きずり出し、彼女を至近距離から撃ち殺したんです。その10日後には中年夫婦の住宅に侵入し、この夫婦を射殺。中年夫婦の妻からは体を切り刻んであるものを取り出していました。それはなんと彼女の目玉。
さらにその目玉を彼女の宝石箱に入れるという不気味な行動まで取っていたというんです。ラミレスはその後も無施錠の家に侵入しては常軌を逸した犯行を続け、1年2ヶ月の間に少なくとも13人もの命を奪いました。女性たちには殺害前に性的暴行を加え、悪魔を愛していると言えと強要。遺体の太ももに口紅で悪魔の逆五芒星を書くこともあったんです。まさしく悪魔じゃないのよ。遺体にさ、逆五芒星書いてたりするし、たくさん証拠は残ってそうだけどね。13人も犠牲者が出る前に捕まらなかった方が不思議じゃないこれ。警察がなかなかラミレスを捕まえられなかったのはこんな単純な理由だったんです。ラミレスは犯行時、悪魔崇拝のヒントを残すだけではなく、現場に帽子を落とすなど物的証拠も多く残していました。しかし彼が犯した暴行や殺人において唯一見つからなかったものがあるんです。それは被害者たちの共通点。通常連続殺人犯が狙う被害者には性別や年齢、髪型や背格好など何かしらの共通点があるもの。警察はこうした被害者の共通点から犯人を割り出すことが多くあるんです。しかしラミレスが狙った被害者の年齢は8歳の子供から80歳過ぎの老人まで様々。殺害方法も射殺、撲殺、刺殺と一貫しておらず、無残に喉をかき切る場合もあれば性的暴行だけをして殺さない場合もありました。その犯行の多様性から警察はラミレスをなかなか特定できずにいたんです。ただこれはラミレスの作戦でも何でもなく、単に彼がドラッグの影響で無計画な犯行に走っていただけでした。この状況に振り回された警察は結局1年以上もラミレスの悪魔のような犯行を許してしまったんです。こんな証拠が多いのにもどかしいわね、本当に。それにさ、犯行内容が想像以上にちょっとエグすぎたんだけどさ、彼が快楽殺人鬼になったのは、生い立ちだけが理由なわけ。あんま納得できないんだよ。もちろんね、生い立ちも原因の一部ではあるんですけど、ある人物の影響によるものだとも考えられているんです。さてね、ベトナムの皆さん、一体どんな人物だと思いますか？忘れられない悪魔。ラミレスが13歳の時、近所に戦争から帰ったばかりの男が住んでいました。彼もまたラミレスの人格形成に大きく関わった人物だったんです。その日、ラミレスはその男のアパートにいた。おいラミレス、一緒にこれでハイになろうぜ。男の手にはドラッグとお酒が握られていた。俺の前でぶっ倒れた敵兵がさ、死んだ時綺麗な体じゃないと天国に行けないって泣きながら言うんだよ。だから俺はお望み通り倒れたそいつをいたぶって地獄に落としてやったのさ。男はラミレスに向かい、戦争中の残虐な行為を自慢げに語っていた。そんなやりとりの最中、男の妻が帰宅する。彼女は男に向かってこう叫んだ。ちょっとあんた、フラフラしないで早く仕事見つけてよ。妻は男が戦争から帰還した後、まともに働かないことに不満を持っていたのだ。しかし、うるせえな、邪魔すんじゃねえ。男は近くにあった銃を手に取った。そしてラミレスの顔にかかったのは妻の返り血。男はなんと自分の妻の顔面に至近距離から発砲したのだ。このことは黙ってろよ、早く帰れ。呆然と立ち尽くすラミレスにそう言い放った男。その正体はなんといとこのマイク。いとこのマイクってさ、ラミレスが唯一心許してた人でしょ。めちゃくちゃいいお兄さんだったじゃないのよ。戦争のね、話も聞かせてくれるんですけど、でも話してる内容がね、とんでもないしね。俺嫌だな。嫌よ。いとこのマイクはラミレスに対し戦争中、捕虜に行った性的暴行や拷問、虐殺の話を自慢げに語っていたんです。しかもその残虐行為の際に撮ったポラロイド写真や戦利品として持ち帰った骨までラミレスに見せていました。そんな非道なマイクに対しラミレスが抱いた感情は尊敬。悪魔を崇拝していたラミレスにとってまさにマイクは実在する悪魔に見えたのかもしれません。極めつけには目の前で殺人行為を見せられたラミレス。彼はこの時のことを後にこう振り返っています。血や死の匂いに興奮した。あの瞬間、違う世界に足を踏み入れてしまったんだ。殺人を目の当たりにした強烈な記憶がラミレスの心に住み着き、彼を殺人刑と変貌させる大きなきっかけとなっていたんです。いとこマイクは妻の殺害容疑で逮捕されるんですが、戦争による精神疾患のため責任能力なしと診断され無罪に。その代わり精神病院への長期入院を言い渡されたんです。病気で長期入院ってそういうことだったのね。でもこれが戦争が原因だったらちょっとまた別の根深い問題があるわよね。戦争はね、人を悪魔に変えてしまう可能性があるということなんですよね。そしてとうとう連続殺人鬼になってしまったラミレスなんですが、そんな彼もついに逮捕の時を迎えるんです。1985年8月、ラミレスは酒屋に入った時、レジの横にある新聞の見出しを見て驚きます。嘘だろ、俺が指名手配だと。なんと新聞には連続殺人犯としてラミレスの顔と名前が掲載されていました。実はラミレスから性的暴行を受けた女性がラミレスの顔と車を明確に覚えており、そこから彼が犯人として特定されたんです。逮捕を恐れたラミレスは酒屋から走り出し、ヒスパニック系の人々が住む地区に逃げ込んだんです。ヒスパニックとはアメリカに住む人の中でもメキシコなど中南米の国から移住してきた人種の
こと。ラミレスも彼らと同じヒスパニック系だったため、あわよくば同胞としてかくまってもらえると考えたんです。すると逃げてきたラミレスを見つけたヒスパニック系の住民たちは何の迷いもなく彼をリンチしました。住民たちは口々にこう叫ぶんです。てめえのせいで俺たちはひどい目に遭ってるんだ。実はこの地域の住民たちは世を賑わせている連続殺人鬼がヒスパニック系という報道により人種差別を受けていました。そのためラミレスに強い恨みを抱いていたんです。ラミレスは予想外の展開に驚き、騒ぎを聞いて駆けつけた警察にこう言います。俺だよ、お前らが探してる連続殺人鬼だよ。早く逮捕して助けてくれ。犯人が警察に救いを求めるってなかなか聞かない珍しい逮捕劇ね。マジで間抜けな最後ですね。ラミレスは逮捕後も悪魔の義務を果たしただけだと開き直ったり、検察官を殺害する計画を立てるなど態度を改めようとはしませんでした。ふてぶてしいなこいつ。そのため裁判での印象は最悪だろうな。そして1989年、ラミレスは13件の殺人、30件もの殺人未遂や暴行、強盗罪で有罪となり死刑判決を受けるんです。しかしこの後ラミレスに死刑が執行されることはありませんでした。なぜなら死刑判決を受けてからもラミレスは多くの裁判で異議申し立てや上訴を繰り返したから。彼は合計40件以上もの裁判を掛け持ちしていたため、その手続きにはかなり長い年月がかかったんです。そして全ての判決が確定するまで死刑は保留のまま。じゃあ何今ラミレスは裁判中なわけ今。気になりますよね。一体ね、ラミレスは今現在どうなっているんでしょうか。最初の判決から24年経過した2013年、53歳を迎えたラミレスはドラッグの影響でリンパ腫を患い死去。仮に生きていたとしても死刑執行は彼が70歳を過ぎた頃、つまり2030年頃だったのではと言われているんです。ラミレスやいとこのマイクが行ったことは確かに悪魔のような所業。しかし彼らを悪魔にしてしまったのは紛れもなく戦争や暴力をやめない人間だということも決して忘れてはいけません。